ごい洗いが大変なんですけど、いつも1時間半ぐらいかけて洗ってますね。だしだけが美味しいとか、もつは手抜くよとか、そういうことは僕は一切やりたくないんで、どんなに疲れてても絶対に仕込みがしっかり仕上げるっていうのは僕のこだわりですね。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもう昨日洗ったもつなんで、今塩もみした状態ですね。でこれ今塩ついてるんで、一回また水洗いしてから茹でていくっていう流れです。これは今これ小腸なんですけど、豚もつで、僕がもつは鮮度が絶対一番大事だと思ってるんで、新鮮なもつをしっかりきれいに洗ってから煮てます。あとこれなんですけど、僕結束バンドでちゃんと茹でたり火に強いやつ使ってまして、で理由としてはやっぱり本数が多いのと長いんで、煮てたらそこにくっついちゃって焦げちゃうんですよね。だから僕はこれをまとめて最後にカットしてっていうので、衛生面的には全く問題ないやつ特注で作ってるんで。混ぜやすいようにつけられてるんです。そうですね。これすごい洗いが大変なんですけど、いつも1時間半ぐらいかけて洗ってますね。どれだけぐらいの量洗われるんですか？日によりますけど、やっぱ曜日だったり日によるけど、1日やっぱ4、50キロぐらいは全部部位を出して、一応僕のところでは4種類部位使ってまして、これが一つの1種類で小腸なんですけど、洗いに時間かかるんで大変ですけど、やっぱ手間暇が一番大事だと思ってるんで。煮えてきて、この部位ごとに出す時間を調整して、あと最後は手触りでなんですけど、だから各部位ごとにやっぱりうまみだったり食感だったりとか違うんで、そこは自分でどの部位は大体どのぐらいとかっていうのは決めてでやってますね。こっちはだし専用の浄水器の水です。水道水とじゃなく、きれいな水でだし取るためにつけました。昆布の甘みができた後に最後7種類の魚介と、これ北海道産なんですけど、次7種類の僕が厳選した魚介の出汁で一気に投入していきますんで。
これこの泡に見えるけどこれ全部昆布から出てるこの出汁なんですよ。トロトロになってきますよ。僕のこだわりとしてはお客様でもつが美味しいとかスープが美味しいとか、麺が美味しいねとかいろいろ言われるんですけど、僕こだわりはもちろんもつはもつで違う作法があって、でもつにもものすごいこだわりがある。だけどだしももちろんうどんとしては大事だと思ってるし、だから一杯をまとめて最後完成するわけなんですけど、一口目より二口目より三口目って食べ進んでいくうちに気づいたらもう最後つゆまで飲んじゃいましたっていうような、どう言ったらいいか分かんないんですけど、なんか引きつけられていくなこのうどんはっていうような味をすごい心がけて、そういう味を目指して追求してるところなんですけど、だからだしだけが美味しいとかもつは手抜くよとかそういうことは僕は一切やりたくないんで、美味しいだしを作ってもつもしっかり美味しく作って、麺もしっかりその麺の特徴を生かしたその三位一体じゃないですけど、ここだけは絶対手抜かないように心がけてますね、日頃の仕込みから。だからどんなに疲れてても絶対に仕込みがしっかり仕上げるっていうのは僕のこだわりですね。これがまず小腸ですね。でこっちが大腸で、これが、豚1頭に1本しかないんですけど直腸で、これが胃袋なんです。ガツって言われるやつですね。でやっぱ全部食べ頃というか美味しく食べれる柔らかくした方がいい部位もあれば、ちょっと食感残したいなとか僕なりのこだわりがあって、そこはもう各部位ごとに時間を分けて最後は手触りで決めるんですけど、揚げる時間帯とかそういうのは決めてますね。これが魚介ですね。全部で7種類入ってます。で配合は言えないですけど、これで一気に強火に点火して90度から100度ぐらいまで持っていって、そこから煮込んでいきます。僕3種類の味噌ブレンドしてるんですけど、でこの県内産が2つの1つは京都から今取り寄せで使ってるんですけど、この配合を決めるまでにやっぱ1年半2年ぐらいいろんなの試して、オープン当時の味と今はもう全く正直別になってると思いますね。やっぱいろいろやりながら試してみて、でちょっとずつ美味しくって進化していこうとは思ってるんで、だから味噌の配合を変えてるんだけど構成はこの3種類でブレンドの味噌でスープを取ってますね。はい、これが初穴の出汁に合わせるオリジナルの返しのタレになるんですけど、2種類の醤油とあとお酒とかいろいろ自分で配合して、今これは一応企業秘密というかレシピは言えないんですけど、基本うどんは多分味噌と醤油合わせるってそんなに聞いたことないんですけど、初穴はまずこのだし、自分の自家製のだしを取って、こっちの味噌3種類ブレンドした味噌とこの返しのオリジナルのタレ、醤油の返しのタレを合わせて初めてだしが完成で、その後またもつはもつでまた秘伝のタレあるんですけど、味付けるタレを一晩寝かせてもつが完成なんですけど、それが合わさって初めてもつ煮込みうどん一杯になるんで、完成されたもつと完成されただしと、仕上がった麺でお客様に届けるときに最後にお客様の前で仕上げを最後にやるっていうような流れですね。やっぱりラーメンとかのような一口目からわーってなるようなパンチというよりはじわじわこうボディーブローみたいに効いてくるというんですかね。そこに魅力を感じたっていうのはありますね。目標は日本一ですか？そうですね。目標はやっぱ大きい方がいいんで、初めから僕もやっぱり修行先が同じ富山県でのお店だったんで。何年前からそこで修行されたんですか？僕は21の時なんで11、2年前ぐらいからですかね。で約8年9年ぐらいはいたんですけど、でオンはオンですけど、やっぱやるからにはやっぱまず県内で一番美味しいうどんっていうのをもちろん目指しますし、いずれはやっぱ日本で
このうどんは誰もが知ってるっていうような、うどんをになりたいなと思ってるし、それが目標ですね、やっぱり。はい。うちではもう富山県産のコシヒカリを使ってますね。お米は富山県産コシヒカリで、美味しく炊き上げるのに、ガス釜使って、やっぱ最低でも3升4升ぐらいは炊くようにしますね。これは氷見うどんで、海津屋さんの特注で太麺で、半生太麺使ってます。やっぱ煮込みうどんはこれがいいんですよね。
ん、今日の意気込みは？頑張りますどうぞ。おはようございます。いらっしゃいませ。お待たせしました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。まあよろしくお願いします。お待たせしました。お待たせしました。もつ煮込みうどんです。はい、熱いのでお気をつけて。鶏ガラお持ちしましょうか。はい、お願いします。うわ、熱い。お待たせしました。こちらももつになります。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、お願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。座敷2番2ついきます。お願いします。先に鍋焼きの方から入ってきます。もつの方もうちょっとお待ちください。お待たせしました。もつ煮込みうどんです。はい、熱いので、はい、お願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。お待たせしました。こちらももつになります。どうぞ。ありがとうございます。初めてです。今日はもつ煮込みうどんです。美味しいです。とても美味しいです。
せしました。もつ煮込みうどんです。はい、熱いのでお気をつけて。ごちそうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。座敷。お待たせしました。鍋焼きうどんの方です。はい、ありがとうございます。お願いします。奥いいですか。はい、お願いします。お待たせしました。はい、ありがとうございます。鍋焼きになります。はい、熱いので鶏ガラとかは良かったですか。はい、お待たせしました。もつです。豆腐から入れますね。こちらいいですか。大丈夫です。すみません、ごめんなさい。お願いします。丼です。来ました。お待たせしました。丼です。こんにちは。あ、はい。はい、ありがとうございます。初めて来ました。今日は何を頼まれたんでしょうか。もつ煮込みラーメンじゃない、うどん。美味しかったです。ありがとうございます。失礼します。こちらもつのもつ増しになります。はい、どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。よく来られるんでしょうか。いや久しぶりなんですけど、ちょっと3回目かスープが4回目濃厚になって、さらに美味しくなって美味しくなったね。美味しかったです。温まってポッカポカです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。いらっしゃいませ。こんにちは。鍋焼きうどんです。どうぞ。お願いしました。みんな、鍋焼きだよね。鍋3つ。ありがとうございます。